台でもいいわけよ。あと1時間でポイントラリーして、車椅子体験を体験ましたよ。それとりあえず2時間ぐらい取って、で残り1時間とか2時間を希望した段のみとか希望した部門のみ外に出て車椅子とか、そういう形で自分でできるできる疲れたをする。それは後にやるか前にやるかによってだと思うんですけど、まだまだいいけど。小さい時があってもテント買うよね、ドームテント。でもドームテント必要かなと思っちゃうよね。うちの息子、お母さんドームテント1個安いよ、3000いくらで売ってるから、なんか1個買っといた方がいいんじゃないか、広告で出てたのね。絶対買っといた方がいいよ、うち潰れるの確実だから。でも倒れなくても家の中すごいくしゃみじゃなかった。そうだよね。あった方がそうもちろんそうです。疲れた。そうなると緑賞例えば大会前に12時半集参照のところに12時ぐらいですか、早お昼でちょっとやって1時半から大会とかそうすればやりたいことはなかなかできるし、それこそブラウンに疲れちゃうわっていうのだったらじゃあ来なくてもいいですよっていうこともできるとは思うので、そういうやり方の方がいいなと思う。それかもしくは前半の部と後半の部と分けてしまって、前半の部に行く段と後半の部に行く段と分けてしまって、トークショーの時だけ全部が詰まるという形2日目もそうです。2日目も長袖長ズボンで書いてある。2日目っていうかここに書いてあるのはそこでのことです。だから半袖で人によってはどうでしょう。同じの着てもいいけど次の日別に。同じの着たらさ、汚れたらもう着るのだよ。かわいい。一人はその形でしてたの。そうしたらでも地震調やるんでしたっけみたいな感じで、そこからもうバーンってしばらくしてバンって地震情報が変わって、もういきなりアナウンサーがね、ちょっと失言だったよだから大したことない感じだったのかな。最初テロップが入っちゃって、テロップが入ったのに対してその地震の人と司会者だからしなきゃいけなかったのに、そんなんしなくていいでしょぐらいのスタンスだったらもう叩かれてたよね、隣の人からね。ダメダメって言って、ちゃんとしたアナウンサーがさ、ダメダメダメ、すごい間違いだったよね。そうそうそうでもあの手は見えちゃったとかそうそう。でもいいんだよ。山中で半袖が自分で上に流すって言ってもいいんだよ。それを流すって言ってますから。ここも間違わない。下に降りてた時にからずっと暑い長い冬じゃないけど、そういうの着なくてもいいんですよ。すぐ回ってみましょうね。そうですね、ちょっとゆっくりめに。ゆっくりめに。結果的にはいつもやることは間違いないから。あとは小学校の意見があるかどうか。そうですね、何か会長を含めて。それからやっぱり周りを外の体験実際の道路あれをやっぱり外でやる。それはもう発想やった方がいいと思うか。日が短くなる12月1日で、まあみんなの地元だから地元にこだわりはないと思うんですね。白電車に乗ってくる人たちだから。ママいつキャンプ濡れなかったら4月の卓球でも濡れる可能性は高いから。貴重な休みの日
もまた話し合えると思うし、他に出てくれる人がいたらね、それこそ含めて。参りました。来週のパンの時にもまたね、そうですね。話し合えるけれど、他と連絡がすぐつかないのよね。多分スナリーはスナリーの意見があると思う。そうですね。多分時間を早くっていうのはやっぱりそれはみんな3時になった言葉が出たでしょ。おお、多分ね、そうスナリーでは多分ね、短い時間でっていうような意見があるかなと思うけれどね。だから特にスナリーだは中だけで収めるっていうふうな意見があるけれどね。そう中だけだとあんま伝えたいことが伝わらないで終わっちゃうので、それがもったいないかなって思うんですよ。それこそ一度このリーダースクラブのリーダーたちが車椅子に乗って外に出てみたら一番いいなって思う。そうなの。それが一番自分が体験するのが一番そうなんですよね。新しいの入れてくれば三角にしてそうすると会長の方にまず連絡しとかないといけないということと、それから私は車検の方に車椅子貸し出し申し込んでおく。そうですか。はい。車検は私がやってくるから、それはね。それとあとなんか資料がきちっとした形にはなってないけれど、支援みたいなものが分かれるかどうか、そこも当たってみる。はい。PTA の方はあなたが言う。そうですね。はい。一応実行委員長みたいな形になると思うので、そうですね。だから今のところ言えるのはそこの日にちの決定と、それとあとは向こうの意見を少し変えてみる。ちょっとプログラムがどの程度のことがやれるか。300人ちょっと人数が多いんでっていうこと、ちょっと意見も聞いてみてもいいかもしれないですね。とりあえずちょっとまだ大学の方が試験中なので、8月多分入れば資料作れると思うので、そしたら参照の方に言ってじゃああなたの話来週はまるまる27日まで試験28日くらいトレーニングで、それはそれでもいっぱいだからこういう話をしてられないから、じゃあ8月になってからね。まあそうですね、7月の30とかでも大丈夫は大丈夫なんですけど、はい。じゃあ今度あなたも空いてるところで、そうですね。はい。今日浦尾さんの方からまた来たよ、バーベキューの方の最後決まったからっていうのでね、うちのポストに入ってたんでね、当然あなたに届けてくれて、あなたも誘ってってことだなと思ってね、8月のね12日にやるって言って持ってきた。できてる？頑張って。もうできそうじゃん。はい。これはいただいてしまって大丈夫ですか？あなたのためにと思って持ってきてるから。そうですね、はい。寝袋一泊ね、田中さんが、10、11に一泊しようかなって言ってるんだけど、寝袋余分にないかしら。ある？でルイ君も
あれなんだけど、よく見たら面白い。あるわよ。で、ほら、2つだから。あ、1個でいいんです。1個でいいの？はい。家族で出かけるの。だからキャンプに1泊テントで。そうなの。じゃあね、うちの軽いテント一つもう一つあればいいの？あ、寝袋ね。軽いのがあるわよ。娘のが。軽いのが。でも2ついるんだったら1個ずつ大丈夫だけど。1つで大丈夫。1つで大丈夫。そう。でも28、29いらっしゃいますか？お迎えとかにご飯作ります。そしたらその時に見てもらってもいい。キャンプにまだ決めてないんです。私はほら当日ね、多分1日目に来そうな感じ。じゃあね、日帰りで行った方がいいですか？日帰りで行かないだから日帰りねえ、それでもいいんであれば。2日目かもよ、日帰りだったら。日帰りで。じゃあ大日と一緒に今日暑さだけがちょっとしんどい。だからさ、あれだ、天候によるかもね。そうなんですよ。でも決めておかないで、その体調とその気温とかそういうので。昨日私3時間ぐらい外に出たんですけど、もうそれだけで夜もう頭痛とめまいと吐き気ですごかったですね。ダメだって。そんなに曇りでしたよ。そう、ずっとそんな感じ。紫外線が多いのよ。だから紫外線は曇ってても雨が降っててもね、体へのねダメージは大きいなと思う。だからそれがね大丈夫そうであれば私も行こうとは思ってるので。じゃあやっぱり未定にしといた方がいいわね。とりあえず寝袋はじゃあ28、29の時とかで。寝袋は28、29とかに持ってくるので、その時にどれがいい？あればいいのね。じゃあ私のはいらない。はい、わかりました。よろしくお願いします。はい。食器セット、ガールドとかじゃなければ。ある。ねえねえ、これさ、もうちょっとほら、いっぱいいるよ。 2つ持ってくる。目がつかない。目がつかない。ねえ、がないといけないわ、それじゃ。目に休憩を。僕はいいけど、食器セット。じゃあ私は頑張ったんでお休みしますね。マクフルーリーマクフルーリー食べに行こう。食べ行かない。オードリーはこれ最後にこれ。じゃあ関係ない。じゃないよ。ありえない。じゃあこれやったらちさちゃんさ、そこにやったらさ、熱くないでしょ、いろんな。大丈夫？薬のとこまで行ったね。スーパーの人もいいね。筆記用具絶対鉛筆と筆記用具持ってきてね。筆記用具持ってくるって言ってもこれを持ってこいと言ってんじゃないよ。わかるよね。わかるよね。ボールペン1本でもいいんだよ。ね、シャーペンシルでもいいよ。ね、鉛筆だけでもいいんだよ。折れたら削ってねやるとか。シャーペンの方がいいかな。何やってんだよ。ライフル？ナイフ。当たり前だよ。危険なことしに行くんだから。ライフル？やめて。それはダメ。あ、ナイフ。ごめん、ナイフ。持ち物。お母さんと相談して。ナイフ。ライフルは相談しても絶対出てこない。あったらおかしい。ここにナイフとかナイフね。持ってる人だ。ナイフね、ちょっと食器セットのとこに置くか。あ、ね、これ食器セット今回入ってる。食器あったね。あった。ここのとこにナイフ入れといて。ここでナイフでいいからいい。ここでいい。よく危険だよ。何を。危険だよ、ナイフ。ガールズでもね、ガールとかボーイじゃないとナイフ使わせてもらえないじ
じゃない。なんで学校でもじゃあ危険。学校ででもさ家庭科とかの物理実習でね、包丁使うもんね。学校なんかもっと危ないよ。だってノコギリ使ってんの。だってじゃあ何もするなってことかい。ね。電動とか使ってない。ね。